OK。OK。さあダウンサイジングターボになったフェラーリ 488GTB ですね。エンジンが、4リッター前後の V8 のツインターボですね。だからちょうどマクラーレンの 3.8 の V8 ターボと同じぐらいのところに来たし、最近メルセデス・ベンツの MG も、4リッター前後の V8 になってきたので、今まで V8NA のチームがそのまんま排気量だけ下げてターボ化してるというのが時代のトレンドですね。ちょうどポルシェがフェイスリフトした911カレラも3リッターターボに揃ったのと同じように、このターボエンジンのなんか新世代の新しいスポーツカーの流れができてます。逆に言うと N エンジンのスポーツカーが消えつつある、絶滅危惧種であるというところが、ちょっと、スポーツカー好きの人たちにとっては寂しいかもしれませんね。でもこのターボエンジンどういう乗り味を持ってパフォーマンスを持っているのか、サーキット以外のワインディングで試してみたいと思います。で第一印象は、街中ではやっぱりターボの音って音質が変わりますから、そういう意味で相当エキゾースト系の音をチューニングしてなんか演出がすごいなっていう感じですね。エンジンそのものから、みなぎるような音とは違って、エキゾースト系を少し、電子制御でチューニングしながら、音をエモーショナルにしてるというのが印象なんですけども、もっとターボはでもやっぱりちょっと低めの音ですね。ボーっていう、これはもうポルシェから昔のフェラーリの F40 から同じですね。ターボ特有の音は聞こえてますね。でちょっとエンジン回転を上げると、おお、なんだこれ、タイヤが冷えてるんだ。路面温度4度ですよ。4度だともうポルシェだとウィンタータイヤつけてくださいねっていう温度ですね。いやーびっくりした。でもトラコンがあったから助かりましたけどね。これはちょっとレースモードになってましたけど、一応トラコンが全く効かない状態ではなかったので、そのぐらいこのエンジンターボのくせにレスポンスいいですね。だから今のちょっとドッキリ感は NA と同じか、NA だったらあそこまで滑んないんだろうな。下のトルクがダーンとでかいからキュッとなってね。フロントも冷えてるんで切り出しはタイヤ固めだからピンってCP 出るんだけど、その先でタイヤ温度が温まってないんで、グリップ力がコッと出ないところがあって、まだ、レーシングタイヤでいうと冷えたらスリックタイヤつけられて、サーキットコースインしたような感じなんですけど、やっぱり外気温10度以下の時はこういうスーパーカーは気をつけなきゃダメだね。でもなんだこれ、7速2000回転以下で走れますよ。あらら。NA だったらこの回転数は拒絶されると思うんだけど、ターボなんで1500回転ぐらいから走れちゃうんだね。もうちょっと燃費だけのこと考えたらもう一段デフかなんかでハイギア度にできるんだけど、やっぱり加速性能、さすがそこはフェラーリ、サーキットの速さ、あるいは0100キロ0200キロの加速性能でライバルに負けないっていうような、ギアセッティングだと思うんですね。でもなんかもう自動運転の時代になったらこういう楽しみなくなっちゃうんじゃないかって、自分も心配するし、車好きからもよく聞かれるんですけど、でも自動というスイッチを切ればいいだけの話で、それより電動車両がどんどんプラグインハイブリッドとか水素燃料電池とかね、環境のこと分かるんだけど、やっぱりそのガソリンをガンガン燃やして、NA だろうがターボだろうが
化石燃料を燃やして CO2 ぶちまけるなんか楽しさっていうのは昔のね車にあったんだけど、まあ最近はその CO2 の絶対量を楽しみながらもどれだけ下げられますかっていうのがこのスポーツカースーパーカーの世界にも必要な、社会的な責任なんですね。でこういうフェラーリとか、ウルトラ高級車スポーツカー乗る人は多分社会的な責任も強い人がいますから、排ガスをぶちまけて走って白い目で見られるのは嫌だと思ってると思うので、できれば楽しさは維持しつつも、あるいはフェラーリの喜びはもっと高めつつも、いかに環境に配慮できるか、その一つのターニングポイントがこの 488GTB かもしれないですね。歴代のフェラーリの中で一番環境性能に意識した車かもしれません。これはこれでありだね、やっぱり。でも改めて思ったのは、ポルシェも彼らでターボになって、高級感増したと。やっぱり N エンジンのなんか振動とか音とかがスッとなくなると、低回転でエンジン回さないでパフォーマンス出せるっていうのはやっぱね高級車なんだよな。そこがいいね。はい、行きます。